は、さおりです。平日って通勤バッグはほぼ固定で、ロンシャンのショルダー L サイズを決まって使ってますが、仕事用のバッグっていうイメージが私の中ですでについているので、休日は気分で選びたいっていうのが私の本音です。その日の自分の気分やシーンに合うバッグを選ぶ時間が私にとっての休日の一部なんですよね。朝起きて、コーヒーを入れて、今日どこ行こうかなって考えて、服とバッグを合わせる。それだけで、休日だなっていう感覚に切り替わります。派手さはないんですけど、こういう小さい選択を楽しむのが私の休日のこだわりです。平日と休日でモードを切り替える。これがあるから月曜の朝もまた仕事を頑張れるんだなと思ってます。で、今日紹介する3つのバッグについてですが、休日にこれがいいって何度も選んでしまうバッグたちなので、全然それぞれ違う良さがあるので、一つずつ私の休日を支えてくれているバッグたちを紹介していこうと思います。では、1個目の、バッグですね。で、まず1つ目。ユニクロのファンクショナルバッグです。前の動画でも喋った通りリュック苦手民なんですけど、休日パソコンを持って作業したい日はやっぱり肩に負担のかからないリュックタイプ使いたいなと思ってるんですね。で、セレネーテルのバッグもとてもラグジュアリーなデザインなので好きで使ってるんですが、服によってはカジュアルな服を着る日もあるので、そういう時にはこのバッグ使ってます。で、結構仕事の時に着る服にも合いそうだなって思って買いました。これは使うシーンとしては、例えばカフェまで歩いていく日とか、写真を撮って少し遠出したい日とか、両手を開けたいシーンに本当に重宝しているんですよね。カフェに行って作業する日とかも、席に着くまでの動線で、ドア開けてコーヒー注文してコーヒー受け取ってで席探すみたいなシーンがあると思うんですけど、やっぱり両手が空いていた方が飲み物の持ち運びとかもしやすいですし、ちょっと動く日とかはこういうリュックを使うことが多いです。このリュックすごいのがシンプルなのにすごい考え抜かれているんですよね。これ上に向かってちょっと街が細くなっている形状になっているんですけど、いるかな？こう少し街がこうシューッと細くなっていくようなデザインなんですけど、この形状のおかげでリュック背負ってますみたいな感じが少し出にくいのかなと思ってます。服って学生っぽくなるしカジュアルすぎるって思っている方多いと思うんです。私もそうでした。でもこれはシンプルで上品で休日のきれいめコーデにも結構合うんですよね。で、ここにパソコンの収納がついていて、フロントポケットも2個あって、大きい存在感のあるポケットがあって、あとサイドにもここに傘とか入れられるようにサイドポケットがある。で、私あまり使ってはいないんですけど、チェストベルトもあって、すごい機能的だなと思ってます。で、それでこれ5000円しない価格なので、正直驚いてます。で、買ったきっかけは雨の日にパソコン作業をやっぱりカフェでしたいなっていう時用に、これ見てもらうと分かるんですけど、こう止水ジップみたいになってて、軽い雨だったら問題なく使えそうなバッグかなと思ったので試しに買ってみたら想像以上に良くてお気に入りのリュックになってます。これで具体的な、使い心地とかどれぐらい入るかっていうのはまた別動画でしっかり紹介できたらなと思うので、気になる方はぜひコメント欄で教えてください。で、次はリュックとは違う上品らしいバッグを紹介します。この3つのバッグについては深掘りの動画を1つずつ撮っていこうかなと思っているので、気になる人がいたらチャンネル登録をして待っていてもらえると嬉しいです。2つ目がフォレーヌのバッグです。超かわいい。これはちょっと特別な日の休日バッグです。気合い入れてカフェに行く日、友達に会う日、ショッピングを楽しむ日といったような自分のために少しおしゃれしたいなっていう日に持ってます。フォレーヌってスペインの
革製品職人さんがイタリア製のレザーで作っている、ブランドって確かサイトに書いてあって、日本でも手にしている方多いのかなと思ってます。もうやっぱり人気だからこそ空張り展開もすごい多いのかなと私は推察してます。私は定番アイテムが好きで、定番アイテムって流行り廃りがないところがいいですし、流行遅れにもなりにくいのかなと思ってるので、私は結構定番バッグっていうのはお気に入りアイテムになりやすいです。で、確かシムとかサイムとかっていう呼び名のバッグだったと思うんですけど、両端がこんな感じで、よいしょ、こういう形で両端が広がるウィングみたいなデザインになっているのと、あとはストラップが2つついてるので、肩掛けもできるし手持ちにもできるみたいな 2way になってるのがいいところです。私はここの両端のウィングみたいなのは中に入れて使う方がタイプですね。この革の質感がめちゃめちゃ美しくて、フォルムもすごい美しいフォルムになってるので、持つたびに嬉しくなるバッグです。これも今度深掘りしていこうかなって思ってるんですけど、いいところばっかじゃなくて、正直言うとこれもロンシャンと同じで内ポケットが全然ないので、ちょっと中がごちゃつきやすかったりで、そこが、革のままだからちょっと床置きとかは気を使ったりとかで、あとはそもそもこれレザーだから水とかには気をつけないといけなかったりっていう形になるので、特別な日の休日バッグっていう形で私の中では位置づけてます。これ買ったきっかけはやっぱり街中で持ってる人を見かけて、すごいフォルム綺麗だなって思ったんですよね。でそこから SNS で何回も調べてるうちにだんだん欲しくなってきて買っちゃいました。めっちゃいいですよね。これパソコン入るんでカフェに持ってく日にも使えます。で最後はロンシャンなんだけど通勤じゃなくても完全プライベートの、用のバッグを紹介したいと思います。3つ目がロンシャンの革バッグエピュレっていうシリーズだったかな。これの XS のトートです。私一目惚れしたんです。 SNS で見て、めっちゃお気に入りです。でしかも私は茶色じゃなくてこのグレーが良かったのでグレー買えてめっちゃ嬉しいです。私がロンシャンで一番持ってるのはナイロンバッグですけど、これは革専用で、ちっちゃめなので休日専用ラインみたいな感じです。で XS サイズなんですけど、コンパクトなので結構物は入るサイズ感ですよね。で財布、スマホ、リップ、鍵、ハンカチとかは全然入ります。飲み物はちょっとちっちゃいボトルとかだったらいけるかもしれないけど、そのあたりは厳しいかなっていう感じです。ロンシャンらしい、ここの片押しのロンシャンらしいところはありつつも休日を格上げしてくれるようなバッグです。革製品もロンシャンめっちゃいいので、ナイロンバッグしか持ってない方はぜひ革バッグも店舗で見てみてください。これはショルダーストラップがあるので、ここにショルダーストラップつけるところがあるので両手上げたい時にもいけるしっていう形ですね。で最近見つけたバッグインバッグに使えるなって思って買ったのがあるので、これ見て、めっちゃ私サイズを調べまくったので横幅ジャストフィットなんですよ。で、よいしょ。黒だから、中はそんな目立たないし、入れててもね。で、これ自体がちょっと絞りがあるので、中に入れてるものがこぼれたりとかしにくくなるかなと思ってこれを買いました。これもチャックがないタイプなので、このバッグインバッグあるととても便利なので、気になる人はぜひ概要欄見てみてください。で今日は3つのバッグを紹介してきたんですが、最後に私が今日はこのバッグって選ぶときに無意識にやっているルールについて話します。1つ目はその日の動きで選ぶことです。写真を撮る日、両手を使う予定がある日とかだと、リュックがいいですし、カフェに座ってゆっくりする日、友達と会う日だったらハンドバッグや肩掛けを持っていくことが多いです。なので今日どう動くかっていうのを朝のうちにイメージをしておくと、バッグとその日の行動のミスマッチが少なくなるんじゃないかなと思ってます。2つ目は今日のコーデで
バッグを主役にするか、服を主役にするかを決めることです。シンプルな T シャツとデニムの日はこうバッグを主役にしてポレーヌの線を持ったり、逆に好きなワンピースを着る時にはちょっとバッグは控えめにしようかなっていう形で、バッグで足し引きを考えるとファッションがまとまるかなと思うので、今日のコーディネートでバッグを主役にした方がいいのか、脇役にするかっていうのは決めておくと、ここもミスマッチが減るのかなと思ってます。最後3つ目は、それでもやっぱり気分で決めてもいいです。機能性とかコーデとかいろいろ考えても、結局今日この子持ちたいなの気分に勝るものはないと思ってます。なので王道のルールっていうのはあるんですけど、その気持ちを優先して、使うのが自分の機嫌よく楽しい休日にできるんじゃないかなと思ってます。こういう小さな選択の積み重ねが私の休日を作っているので、よかったら参考にしていただけたらなと思います。ということで、私が休日に使っているバッグ3つと選び方のルールについてでした。ユニクロのファンクショナルバッグで、ポレーヌのサイムで、ロンシャンのピュレ XS 等々、それぞれ全然違うシーンで活躍してくれていて、休日を一緒に楽しんでくれているバッグたちです。休日用のバッグ欲しいなっていう方がいらっしゃったら、参考にしてもらえると嬉しいです。今日紹介した3つのバッグは単独動画も今後作っていこうかなと思っているので、気になるバッグがあったらチャンネル登録をして待っていてもらえると嬉しいです。で、あとコメント欄で教えていただきたいんですけど、皆さんは平日と休日でバッグ使い分けたりしてますか？どんなバッグを使ってるか、ぜひ私も知りたいなって思ってるので、コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。では本日も最後まで見ていただきありがとうございました。さおりでした。バイバーイ。